トヨタイムズ放送部をご覧の皆さん、こんにちは。お昼休みに失礼します。メインキャスターの森田京之介です。さあ、いよいよ今日からですね、北京2022冬季パラリンピックが開幕します。オリンピック期間と同じように、我々放送部月水金の3日間に拡大しまして、今週、来週、そして再来週まで、パラリンピック編計5回放送してまいります。さて1回目は現役のアスリートとして直前スペシャルに引き続きまして、リオパラリンピック 400m リレーの銅メダリスト佐藤圭太さんとお送りしていきます。佐藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐藤さん、いよいよ始まりますよ。始まりますね。どうですか？北京オリンピックも大変盛り上がったので、こっちの北京パラリンピックもたくさん応援していきたいですね。そうですね、負けないぐらい盛り上がっていきたいなと我々も思っております。さあ、我々トヨタイムズ放送部、冬の GTTA63 人応援しているんですけれども、そのうち11の国と地域18人の GTTA がこの北京パラリンピックで戦います。パラリンピックで行われる6競技すべてに GTTA が出るということなので、目が離せません。トヨタの仲間が戦う姿っていうのを、もう世界中のトヨタのみんなで応援していきたいですよね。そうですね、応援ってアスリートにとって大きな力になるので、みんなで応援していきましょう。よろしくお願いします。さあ、今世界中というふうに佐藤さんからもありましたけれども、トヨタイムズ放送部生放送終了後 YouTube でアーカイブされて、英語版が明日の日本時間16時にトヨタタイムズグローバルの英語チャンネルにアップされます。過去のアーカイブもぜひチェックしてみてください。そして皆さん、こちら今日も小塚さんからのお願いです。 YouTube のチャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。小塚さんも見てくれるといいんですけどね。はい、さあ、またですね、毎度皆さん最近コメント欄、チャット欄の一体感が話題になってますけれども、チャット欄へのご参加もお待ちしております。冬のパラ競技、本当我々もそうなんですけれども、初めて知ること本当にたくさんありますので、初めて知ったからこそのフレッシュな感想ですとか、選手への応援メッセージ、番組の感想などどんどん書き込んでくださいと言ってるそばからもうすでにたくさん書き込んでくださってますね。ありがとうございます。そうですね、番組の最後に、コメントを紹介させていただきますので、皆さんぜひコメントの方およろしくお待ちして願いしまおります。さあ、そして今日早めに、この配信に入ってくださった方はお気づきだったかもしれませんが、12時の放送開始の前にですね、配信の画面でですね、中国語クイズというのが今日からスタートしました。見逃してしまった方のために、今日は初回なので特別にもう1回こんなのが出てたんです。はい、こちらです。中国語が表す車種名なんでしょうか。答えは番組内でということなんですが、佐藤さんどうですか、分かります？初めて見た感じですよね。この最初の上下みたいな、これなんて読むんですかね。分かんない。はい、分かんないです。結構ね、分かんないという声がコメント欄にも来てるのかな、どうでしょうか。私も正直分かりませんので、ちょっと一緒に考えていきたいなと思うんですけれども、この中国語クイズは以前からコメント欄で、中国トヨタオリパラ部の皆さんによる中国語講座というのがあって話題になったので、そしたらですね、さらに中国トヨタオリパラ部の皆さんから、こういうのやったらどうかという企画の提案をいただきまして、いいですね、乗っからせていただきました。皆さん本当にありがとうございます。ただ中国トヨタオリパラ部の皆さん、今日もご覧くださっていると聞いてますが、答えはコメント欄に書かないようにご注意ください。よろしくお願いします。さあ、最後に今日回答を発表しますので、それまでお楽しみにしていてください。でですね、その他にも、応援の時に使える、観戦しながら使える中国語講座ということで、オリパラ部の皆さんが動画にしてまとめて送ってくださったのもあるので、せっかくなんで今日はそれを紹介したいと思います。頑張れ、加油。加油！素晴らしい，太棒了！お、太棒了！この北京大会のために開発したおめでとう。恭喜。男子モーグル堀島行真選手 GTTA 最初のメダル、銅メダルおめでとう。おお、恭喜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 ！哎呀。哎呀！
さん出てきましたね。いやー、オチまでしっかりついてましたよ。はい今本当にそのまま送ってくれたものをそのまま今流しました。ありがとうございます本当に。だから我々もパラリンピック見ながらちょっと練習してみましょうか。じゃあ競技中ねじゃあよーじゃあよーじゃあよーで、例えばじゃあ勝ちました台湾ゴンシー台湾ラーゴンシですよーね。で、中には多分転倒しちゃう選手とかもいます。はい。転んじゃいました。あいやあいやー、いろいろありますね。いろいろありますじゃあこれをですね、ええ僕たちもそうなんですけども、ぜひトヨタイムズ放送部を見てる皆さんも使っていただけたらなと思いそうます。ですね、よろしくお願いします。さあ、そしてもう一つですね、北京オリンピックに出場した GTTA からメッセージが届いておりますので紹介させてください。スノーボードクロス女子4位入賞しました、オーストラリアのベルブロッコフ選手と、スノーボードスロープスタイル男子で銅メダルを獲得しましたカナダのマーク・マクモリス選手からです。ご覧ください。Hey everyone, my name is Belle Brockhoff. I am from Australia and my sport is snowboard cross. I've just come back from the games and I just want to take the time to thank everyone for those videos of support. I love them. They were awesome. I love the little snowboarding moves that you guys were doing in the factories and all the signs and everything. I really appreciate it and I watched all of them and they were awesome. So thank you so much for that. I definitely felt the support while I was in the race and it added a lot of fuel to the fire of motivation, so I really appreciate that and I hope you guys enjoyed watching the games and I hope you're all well. Big thank you, Toyota, for having my back all year. Super excited for what the future holds for us, but most importantly, thank you for showing the endless amounts of support. It's much appreciated. 帰ってきましたよ。我々が応援した分帰ってくるっていうことですね。いやこういう選手の声っていうのは嬉しいですし、やっぱだからこそ北京パラリンピックでもたくさんの応援が必要だかなっていうのは感じますよね。トヨタの従業員の皆さんから本当工場で撮った、いつも番組のエンディングで流しているような応援動画をね、たくさんそのアスリートに対して送って、で実際その応援にこうやって感謝が届いて、またぜひともこれパラリンピックでもその流れ作っていきたいなと思っております。ブロッコフ選手、マクモリス選手、本当にありがとうございました。パラリンピックでも引き続き GTTA 応援していきましょう。それでは今日の特集に参りましょうか。今日はこちらです。車椅子カーリングは上から目線、パラアイスホッケーは下から目線、冬のチームパラスポーツ特集。実はですね、冬の競技って、はい、個人競技が多くてチームスポーツは少ないんですよね。で今日はそんなチームスポーツ2つの特集なんですが、この車椅子カーリングと、パラアイスホッケー、オリンピックでも、カーリングとアイスホッケーそれぞれありました。ところが大きく違うんですよね。そうですよね、はい、やっぱ一番は視線の高さが違いますよね。はい、やっぱオリンピックのカーリングは本当体を低くして、できるだけなんか表情のスレスレでストーンを送っていくっていうのを投げてたんですけども、違いますね。車椅子に乗るわけですから、はい、視線がこう上からになるわけですよ。でパラアイスホッケーはじゃあどうでしょう。今度はパラアイスホッケーはやっぱそのソリに乗っていくので、それこそ20センチしかないんですよね、高さが。はい、そうなるとやっぱり今度は普通のアイスホッケーよりももっともっと視線が低くなって、はい、スレスレを戦うわけなんですよね。そういう意味では選手の見えている視線の高さっていうのはオリパラで大きく違うのかなですね。だから景色も結構違うのかなという気がしますけども、はい、やっぱこの2つの競技は誰でも楽しめると思うんですよね。はい、やっぱり僕自身がアイスホッケーやれって言ってもできないんですけども、この2つだったらオリンピックの選手が車椅子に乗ってそれこそパラアイスホッケーもできるし、はい、パラカーリングもできる。そういう意味ではやっぱり、誰にもできるスポーツなのかなっていうのを感じますよね。そうですね。だから、夏の時で言えば車椅子バスケとか、車椅子、今回で言えば車椅子こういうカーリングとかパラアイスホッケーっていうのはあくまでそのスレッジとか車椅子っていうのは競技の道具の一つであって、ね、誰でもが楽しめる、本当に裾野が広い競技という性格があると思いますので、そういった視点でも今日ご覧いただければなと思います。今日はですね、この2つの競技について出場する GTTA と一緒に紹介していきたいと思いますが、まずは車椅子カーリングからいきましょうか。
車椅子カーリングの競技映像がありますので、まず最初に見てみましょう。ちょっとオリンピックで見たカーリングとの違いなど意識してご覧いただければなと思います。もうその違い一目瞭然かと思いますが、まずちょっと正直驚くのは氷の上でこうやって車椅子で滑ってるっていうのがちょっと驚きなんですけど、まずやっぱりこうやってこのスティックを使って投げるっていうのが大きく違いますし、ね、なかなか本当にさっき佐藤さんからもあったように目線が大きく違う。上から目線というのはかなりオリンピックのカーリングとの違いでもありますし、ただそれ以外のこういったストーンとかねフィールドっていうのはかなり似てる部分というか同じだったりしますが、その違いをちょっとここからは、オリンピックの時に使ったまずカーリングのスライドを使いながらおさらいしていこうかなと思います。今出ているのはオリンピックの、カーリングのものなんです。もう一度おさらいすると、氷の上には4人います。まず右上にいる人が低い目線からストーンを投球します。で氷を吐く、いわゆるスイープをする人が2人います。で、左上に書いてあるゲームの数ですね、全部で10エンドとなっています。これがオリンピックのカーリングでした。じゃあパラリンピックの車椅子カーリングどうなんだ見てみましょうか。こうなります。フィールドとストーンは、全く実は同じなんですね。40メートルぐらいの距離があってところは一緒なんですけど、氷の上で役割があるのが実は3人になりました。そしてストーンを投球する人というのは車椅子に座ったままなんですが、手を使ったりあるいはこのように棒を使って投球をするというのが1つ目の大きな違いですね。そして2つ目の大きな違い、投球する人の後ろに動かないように支えてくれてる人がいますね。これさっきの映像の中にもありましたけれども、こうやって仲間と協力し合いながらやると。でこの図で分かるのはカーリングといえばのスイープをする人がいないんですね。この車椅子カーリングってスイープしてはいけないってことですよね、はい、ってことはもう投げた後調整ができないので、これもう一発勝負、おっしゃる通り、そうなんですよ。だから結局オリンピックのカーリングでスイープをするのはストーンの距離を伸ばしたりとか、コースを変えたりとか微妙な調整ができていたんだけれども、それができないということはいかに正確に一発で投げ切らないといけないかっていうことです。他にも何か違い気づくところありますか佐藤さん。これやっぱよく見ると男女混合になってたり、はい、そうなんです。あとゲームの数があれですよね、8エンドになってますよね。ちょっとだけ短いんですね。はい。でちょっと僕この絵見て気づいたんですけども、この外に氷の外ですかねに1人座っている車椅子乗ってる方がいるんですけど、この方ってちょっと何してるんですかね。そうなんですよ。実は今氷の外にいるこの方、イラストで何を表現しているかというと、実はこれ車椅子のタイヤを拭いてるんですよね。なるほど。で車椅子のまま氷の上に上がるっていうことなんで、その前にタイヤについてるゴミを取ったりとか、氷が溶けないようにタイヤを冷やすっていうことがマナーとされているので、ちょっとこういったシーンもこの中に入れさせてもらいました。結構な違いあるんですね。はい、そうなんです。だから本当に見た目においてもね、こう細かくすごくスイープするとかっていうのもないし、結構大きな違いがあるので、そのあたりも楽しめるんじゃないかなと思います。さあちょっとスタジオに絵を戻していただくと、今回ですね特別に、競技用の車椅子とデリバリースティック、それから今日はストーンもですね実物を、日本車椅子カーリング協会の方に実物をお借りしてきました。ありがとうございます。今実際佐藤さんに座ってもらって持ってもらってっていうところなんですが、ちょっとまずじゃあそのデリバリースティックの先ですね、どうなってるんでしょうか。これですね、これでパカパカとその部分をストーンの手で持つ部分に引っ掛けるわけですね。こんな感じで引っ掛けて、はいはい、押していくってことですね。はい、それから今佐藤さんが乗っている車椅子なんですけれども、ほとんど日常生活で使う車椅子と同じらしいんですが、こんな感じがしますね。はい、ただねサイズがちょっとだけ違うそうで、ちょっと幅がね狭いそうなんですよ。なんで前にあるストーンを投げるためにちょっと重心をねこれから多分佐藤さん、傾けることになるんで、あんまりにも幅が広いと結構傾けてやらなきゃいけなくなる。だからここが若干狭くなってそういうことになってるんですね。さあちょっとカメラを切り替えていただくと、はい、
今日はこんな画角のカメラも用意しました、はい、本物のストーンがあります。でただここにね氷を貼るわけにはいかなかったのでストーンの下にちょっとキャスター付きの板をつけて、はい、一応この上を動きそうですね、これが動くようになってますので、はい、ちょっと佐藤さんに実際にデリバリースティックを使ってのストーンの投球、はい、やってみてもらいましょう。お願いします。じゃあここにこれですね、取っ手の部分にこれを入れて、でも、ね、本来多分片手で入れなきゃいけないから結構大変。はいでこれででももうしっかりはまってますね。はまってる。はい。でこれでちょっと体重乗せて先の部分を見ていくわけですね、はい、でスティックでよいしょ。どうですか？こんな感じですかね。上手じゃないですか。どうでした今やってみて？いやでもやっぱり普通のカーリングだったら多分自分の手先の感覚で最後微調整したりとかできると思うんですけど、このスティックを使うっていうことでよりなんか難易度が上がる感じがしますね。だから要は自分の手と実際に作用している点がやっぱ離れてる分、やっぱり操作はより難易度が高くなるわけですね。テクニック必要そうですよね。だし後での調整も効かないし、だからそういう意味では非常に難しいし、この手先の微妙な感覚っていうのがあるんでしょうしね、そこでさっきの映像を思い出していただくと微妙にこれでカーブさせてたりとか。これできるのかな。いや難しそうですねこれは。はい、本当にちょっとそれはなかなか難しそうですし、やっぱりしかも今普通にやってましたけど、なんかこう目線がやっぱ上から確かにそうですね。でも人間ちゃんと正確にどこにやりたいかだったらこうしたくなるじゃないですか。だからそこもまた難しさの一つかなと思います。さあそして車椅子の、カーリング、これに出場する GTTA をちょっと紹介していきましょうか。こちら中国のチェン・ジェンシン選手です。オリンピックの時にも登場しました TMCI の牛部長がですね、チェン選手について教えてくれました。ご覧ください。我们支援的呢是国家轮椅冰壶队的3位运动员，陈建新、王蒙还有张强。据我们了解呢，其中这个陈建新选手呢，现在是目前这支队伍的副队长。去年呢，在他的这个带领之下，中国的轮椅冰壶队呢也是取得了世锦赛的冠军。那么在这之前的2018年平昌冬奥会上，这支队伍呢是取得了金牌。这也是中国代表团在冬奥会的赛场上取得的首枚金牌。当时在比赛当中，最后一掷，这个相当于是怎么讲，就是定乾坤的这一投就是由陈建新选手投出来的。这个陈建新选手呢，在比赛当中，不管是处于领先还是落后，始终呢都是保持冷静，可以说是处乱不惊的这么一个选手，应该说是这个队伍的王牌。所以在比赛当中呢，我们也可以重点去关注这个選手的表現。今あったようにですね、車椅子カーリングという競技は中国にとって非常に大事だと。ピョンチャンの金メダルっていうのが、中国の冬季パラリンピック最初の金メダルだっていうことなんですよね。しかもそれを決めたのが GTTA のチェン選手、そうなんですよ。で牛部長はですね、車椅子カーリングチームに2019年から移動車両として福祉車両を提供しているという話もされていました。でこちらの今写真のようにですね、実際に福祉車両の使い勝手などをですね、チェン選手たちパラアスリートに意見をヒアリングして改善しているということでした。この今写真の左に写っているのがチェン選手ですかね。右の写真もチェン選手かな。はい。で今回、これに限らずですね、 TMCI は、合計240台の福祉車両を提供してまして、選手村から競技会場までパラアスリートを安全に快適に運んでいるということでしたけれども、やっぱりパラリンピックにとってこういうの大事ですよね。やっぱり移動の時に安心安全で行けるのが、やっぱ一番選手が大会に向かうまでの集中力っていうのがとても大事になってくるので、やっぱりそこを支えていくっていうのも大事な仕事ですよね。いや本当そうですよね。競技に集中されたためにはやっぱ競技に行く前までの間にやっぱ余計なことを考えさせちゃってもいけないわけですしね。本当にそういった部分を支えてくれている方々がいるということです。さあそれでは車椅子カーリングの競技スケジュール見ていきましょうか。オリンピックと同じ総当たりのリーグ戦なんですが、12チームありまして、
中国としては初戦となる5日のカナダ戦以外は2試合ずつあります。で10日までのリーグ戦の結果、上位4チームに入れば11日の準決勝、12日に決勝となっています。チェン選手の中国パラリンピック連覇に期待しましょでちなみにですね、カーリングの会場って2008年の夏の北京オリンピックですかね、の競泳のプールだったところが今改造されて、そこが使われてるっていうふうに聞いて、ってことはあの選手がね、何も言えないですけどあの選手が何も言えないですけどだったところってことですね。そういうことです。はい、さあということで続いてはパラアイスホッケーに参りましょうか。パラアイスホッケー、さっきは上から目線、今度は下から目線でございますね。はい、オリンピックの、ね、アイスホッケーと比べると視線がかなり低くなりますということで、そのパラアイスホッケーの競技映像からまずは見ていきましょう。どうですか、まずちょっとこのスピード感と速いし、ここですよ、激しいいやーアイスホッケーですね、激しさこの止まってるセットプレーのようなところからの動き出し、これやっぱスピード感がやっぱすごいですよね。そうなんですよ、なかなかのスピード感と、そして今の迫力というのもあったと思いますが、1チーム15人いまして、フィールド上にはフォワード3人、ディフェンダー2人、ゴールキーパー1人、合わせて6人がフィールドにはいます。ではですね、最初の GTTA から紹介していきましょう。アメリカのフォワードリコ・ローマン選手なんですが、アメリカという国はバンクーバー、ソチ、ピョンチャンとパラリンピック実は3連覇中で、ローマン選手自身はソチからチームに入っていまして、すでに金メダル2つ取ってます。なので今回はチームとしては4連覇、自身3つ目の金メダルを目指す戦いとなります。そのローマン選手にパラアイスホッケーの魅力を語ってもらいましょう。What makes my sport exciting and unique? I would say the physical part of it. You know, like we're out there knocking each other's helmets off. Like it's the speed of the game. I mean, the shots. It's a quick game, and I think you should keep an eye out for the big hits on the ice for sure. はい。いや表情のビッグヒット。ビッグヒット。いいですね。もうまさに我々が思ってた感想通りでしたね。ぶつかり合うし、やっぱスピードもそうだしっていうところだと思いますが、そのじゃあぶつかり合う道具についてもちょっと見てみましょうか。こちらです。スレッジと呼ばれる専用のソリに乗ってプレーをします。さっき佐藤さんからもありました、座る部分の高さがね、だいたい20センチほどなんですよ。それでもうやっぱ下からもう本当表情スレスレってことですよね。そうです。まさに下から目線になります。さっきやっぱ映像ではスティックですよね。これも本当なんか見えないスピードで工具のに使ったりパックを飛ばしたりで本当に器用に使いこなしてましたね。はい、まさにその通りでですね、片方がブレードになっていてパックを打つ側で、その反対側がトゲトゲになっていて前に進んだりスレッジの方向を変えたりするのに使うと。で激しくぶつかったり転んだりするんでスティックが折れたりすることもあるそうなんですよ。やっぱこのトゲトゲもうピックを持ちながら、あそこにぶつかり合ってやっぱこの迫力がやっぱアイスホッケーですよね。ちょっとこのトゲトゲの持ってあれだけぶつかるって正直怖いんじゃないかなとか、ドキドキハラハラって感じもあるかなと思いますけれども、さあ佐藤さん、もう一人 GTTA がいまして、カナダの選手なんですけれども、さっきアメリカがパラリンピック3連覇中だというふうに言いました。アメリカの、ね、最大のライバルがカナダなんですよね。確かにアイスホッケーってやっぱカナダ強いイメージですよね。そうなんですよ。ちょっとこちらご覧ください。こちらアメリカとカナダの、アイスホッケーの歴史なんですが、アメリカは2002年のソルトレーク以降トリノ以外金メダルで、そのトリノで金メダルを取っているのがカナダ、でカナダを見ると前回ピョンチャンは銀メダルということで、世界ランキング2月時点でアメリカが1位カナダが2位ということで、パラアイスホッケーの GTTA 対決はまさに頂上決戦なわけですよ。楽しみですよね。しかもカナダの GTTA はこれも2002年からもうずっと出て6大会目ってことですかね、今回。そうなんです。これを見ると、それが分かると思いますが、カナダのフォワードビリー・ブリッジズ選手なんですが、この表にもあるようにですね、前回ピョンチャンで銀メダル、そしてトリノではアメリカから金メダルの座を奪ったこともありまして、
ソチでは銅メダルを取ってますから、すべての種類のメダルを持っているベテラン選手と、大ベテランですね。はい、いうことになります。さあ、そのブリッジズ選手がですね、ホッケーの面白さとか応援してほしい言葉教えてくれましたのでご覧ください。Para ice hockey is incredible. I might be biased, but I think it's the best sport in the entire world. It's got the elements of ice hockey, men's and women's. It's got the finesse. It's got hard shots, great passes, great plays, and also huge hits. It's so much fun to watch, and I definitely encourage anyone to really see it in person and try to live it because it's so incredible. I think on the banners that people are going to hold while they're cheering us on, we'll just say "Go Canada, Go" because Canadians love hockey. They love the sport of hockey, and it's absolutely something that we support no matter where we are. So that's what I would love to see is "Go Canada, Go." はい。やっぱり今回大会関係者しか多分入れないと思うので、やっぱり僕たちがこれですね。Go Canada, Go! これを掲げて応援ですね。横断幕も今日は横断幕風にしたということですね。本当にカナダやっぱりアイスホッケー熱が高そうですから、このアメリカとカナダの頂上決戦っていうのは大注目だと思います。で、このブリッジズ選手などですね、カナダの GTTA を応援しているトヨタカナダ TCI のディミトリ・バイスプレジデントにもちょっと話を聞いたんですが、ブリッジズ選手というのは先天性の脊椎の疾患があっても、全くそんなことを感じさせないポジティブに生きているという選手だという話でした。そしてそのディミトリ・バイスプレジデントにはですね、トヨタカナダがアスリートたちをどんな思いで支援しているのか、このあたりも聞いてみました。Well, clearly, we see sport as an important way to engage and connect emotionally with Canadians. And the Olympic Games are that unique opportunity where we can really amplify that opportunity. You know, when we enter the Winter Games in particular, you know, they hold a special place in our hearts because we see our athletes that have trained so hard and endured these tough kind of conditions, and to see them excel amongst the best in the world just really connects with Canadians on an emotional level. You know, each of our Toyota, Team Toyota athletes that we've decided to sponsor have a unique story, and they really support and explain the fabric of our society. So we see it as an amazing opportunity to connect with Canadians on a real emotional level, and all our population really gets behind our athletes during the games, especially the Winter Games. When we can take the world stage in a way like some of these athletes do, it is very proud and inspiring for our population. And you know, whether it be our associates or our dealers that have the opportunity to meet these athletes and speak to them and hear their stories, it can be very, very inspiring for people, and we've leveraged that as well. 本当人と人のつながりっていう言葉が出てきて、やっぱこういう今状況だからこそこういうつながりっていうのが大事に感じますよね。そうですね。まさに我々のこの放送部っていうのは、トヨタアスリートとトヨタの仲間をつなげる役割を果たしていければなと思っていますし、やっぱりカナダにとって、ウィンタースポーツっていうのは特別なんだなという感じがしましたね。で、最後に、ディミトリ・バイスプレジデントからはですね、トヨタの仲間へのメッセージというのもいただいてます。So first and foremost, in these very unique, uncertain times during the pandemic, I want to put out my well wishes to the whole audience. I hope everyone continues to do well and stay safe during these unique times. Clearly, sport, and specifically Olympic and Paralympic sport, is a great means for us to be somewhat a little bit distracted from what's going on around us with the pandemic, and focus on all the work these amazing athletes have put into getting ready for the games and preparing to succeed. I mean, it's a difficult task in any environment, never mind when they are trying to prepare during a pandemic to compete on the world stage. So as you know, I'm Canadian, so I'm a little bit biased towards the Canadian team, and I will be cheering them on. But of course, I'm going to have my eye on all the global Team Toyota athletes. So go Team Toyota, one team. Enjoy the games, everyone. Arigatou gozaimasu. ありがとうございます。出てきましたね、ワントヨタ。ワントヨタで締めてくれましたね。我々も常にこのワードでいきたいなと思っております。
さあ最後にですね、パラアイスホッケーの競技スケジュール確認しておきましょうか。こちらです。佐藤さん。これもういきなり直接対決ですね。いきなりなんですよ。もう5日14時5分から。もうすぐですね。明日。明日もうローマン選手のアメリカとブリッジス選手のカナダ激突しますということで、見逃せません。でその後6日8日とリーグ戦があって、11日に準決勝、13日に決勝。ちょっと今薄く出てますけど、ここがまたこの両者の対決 GTTA 対決になるんじゃないかなと期待しております。もう目が離せません、本当に最後まで、2人の応援我々も続けていきましょう、ということで、以上今日の特集は忘れないでくださいね。こういう目線で見てください。車椅子カーリングは上から目線、パラアイスホッケーは下から目線でした。さてここからはではトヨタアスリートの競技出場予定、紹介していきましょう。明日から競技始まりますから一気にいきますよ。まずはパラアイスホッケーいきましょう。そしてお気づきの方いるかもしれません。中国語の表記が追加されております。これも中国トヨタオリパラ部の皆さんのご協力でございます。私も頑張って発音してみようと思います。サンアオビンチューっていうのがパラアイスホッケーでございます。今日特集しましたこのパラアイスホッケー、明日ですね、今お伝えしたようにアメリカとカナダの GTTA 対決、ローマン選手とブリッジ選手があります。そして6日にはアメリカが韓国と対決するということになっています。続いて車椅子カーリング、こちらも今日特集したのに行きましょう。ルンイービンフというのが車椅子カーリング、発音合ってるかな、大丈夫かなダメ出しがあれば中国トヨタオリパラ部の皆さんコメント欄でお願いしますはい。車椅子カーリングの予定ですが、チェーン選手の中国大会連覇をかけた戦いですね。明日カナダ戦、そして日曜日から2試合ずつあってスウェーデンとエストニア戦が行われる予定です。続いてパラアルペンスキーチャンアオガオシャンファーシュエがあります。明日大注目の男子滑降座位クラスですね、特集しました。日本の森井選手とアメリカのクルカ選手の GTTA 対決、ピョンチャンではクルカ選手が金メダル、森井選手が銀メダルでした。ここから右下に小さくですね、クラス分けの表示があります。森井選手 LW の11、クルカ選手 LW の12の1と書いてありますが、クルカ選手の方が障害が軽いんですけれども、2人は一緒に戦います。前回の放送でやりました計算タイムというので計算されるということになっています。この2人6日日曜日にもスーパー大回転で対決するということで、もう毎日見逃せない対決がいきなり始まっちゃいますから、応援よろしくお願いします。さあ続いて女子の方いきましょう。日本の村岡選手とドイツのアンナレナ・フォスター選手、こちらも明日滑降、6日にスーパー大回転というのが控えています。この2人もですね、滑降種目においてはピョンチャンパラリンピックでフォースター選手が金メダル、村岡選手が銀メダルということでしたから、いやこの2人の対決も大注目、頂上決戦ですよ。注目してください。それから一番右、女子の選手視覚障害のカテゴリーですね。アメリカのアムステッド選手、5日に滑降、6日スーパー大回転というのは一緒です。4度目のパラリンピック、こちら視覚障害ですので旦那さんがガイドを務めています。夫婦でメダルを目指す戦いということになります。続いての競技いきましょうか。パラバイアスロンクロスカントリーと、射撃ですね。チャンアオドンジーリャンシャンという競技があります。明日アメリカのマスターズ選手、夏も見てくださっていた方聞き覚えがあるんじゃないでしょうか。夏のパラリンピックではサイクリングに出ていた選手ですね。女子6キロ在カテゴリー LW の12という障害の程度としては一番軽いクラスで出場することになっています。それから真ん中フランスのダビエ選手、男子6キロ、今度は立位ですね。足に障害がある最も重いクラスでの出場となります。ピョンチャンではダビエ選手バイアスロンで金2つ銀1つのメダルを取っている実力者です。一番右のスウェーデンのモディン選手も男子6キロに出るんですが、こちらは視覚障害のカテゴリーです。4大会連続の出場、クロスカントリーが強い選手です。続いてパラクロスカントリースキーに参りましょう。チャンアオユエイエファーシュエ
というのがパラクロスカントリースキー。日曜日にですねまた出てきます。アメリカのマスターズ選手とノルウェーのスカルシュタイン選手、この選手の名前も聞いたことあるかもしれません。スカルシュタイン選手は夏のパラリンピックではボートで出てました。なんでマスターズ選手は夏はサイクリングで出てたということで、この2人冬になると直接対決になります。女子15キロ座位のカテゴリーでこの2人対決します。 GTTA 対決ご注目ください。それからこのパラクロスカントリースキーは月曜日もあります。フランスのダビエ選手、先ほども紹介しました男子20キロクラシカルに出ます。ピョンチャンではフリー走法の方で銀メダルを獲得しています。クラシカルはどうでしょうか。それから真ん中、同じ男子20キロクラシカルの視覚障害の方ですね、スウェーデンのモディン選手とカナダのマッキーバー選手のこれは GTTA 対決ということになります。モディン選手が B1、そしてマッキーバー選手が B3 ということで、ちょっと障害の程度は違うんクラスが離れているんですけれども、また係数をかけて計算タイムで競い合うということになります。ちなみにピョンチャンはモディン選手が4位、マッキーバー選手が金メダルという実力者同士の対決です。さらにいきます。パラスノーボードチャンアオダンバンファーシュエというのがパラスノーボードだそうです。その中でもスノーボードクロスの男子の予選が6日に行われます。これはですね、この SBLL2 という足の障害で軽い方3人の GTTA 対決ということになります。左からフィンランドのスール・ハマリ選手、ピョンチャンの金メダリスト、オーストラリアのタドペ選手、アメリカのストロング選手の3人なんですが、この3人去年の12月ワールドカップでは表彰台をこの3人で独占しまして、パラリンピックこれ本当に誰が勝ってもおかしくない戦い。ちなみに、その時はこの左から順にスール・ハマリ選手、タドペ選手、ストロング選手の順でした。今回はどうなるかご注目ください。それからスノーボードクロスまだありまして、今度はクラスが違います。 SBLL1 足の障害の重い方のクラスですね。オランダのボス選手はピョンチャンの銀メダリストです。それから SBUL、腕の障害のクラスですね、フランスのモンタジョーニ選手、ピョンチャンの時はですね現地入りした後にトレーニング中の怪我で結局出場が叶いませんでした。今回が初めてのパラリンピックということになりますので応援してください。さあたくさんありましたけれども、パラリンピックどうやったら見られるんだ、ここ大事なところなんですが、 NHK オンラインで全種目生配信の予定ということになっております。それからテレビではですね NHK 総合でパラアルペンスキーがこの週末は中継があります。5日6日と放送予定になっています。詳しい時間についてはですね NHK のウェブサイト、それからトヨタイムズのツイッターでも放送予定を随時更新していきますので、そちらでもチェックしてみてください。それから5日のパラアイスホッケー、今日特集しましたアメリカとカナダの注目の頂上決戦については録画ではありますが NHKBS1 で放送予定がありますので、ぜひとも激しいぶつかり合い見てみてください。ちなみに今日は開会式が20時55分から NHK 総合で、放送される予定になってますので、日本選手団はもちろん今日たくさん紹介した GTTA も入場で出てくると思いますので、ぜひ探してみてください。競技の結果、次回のトヨタイムズ放送部でもお伝えしていきますし、競技の結果予定、トヨタイムズの特設サイトも確認してみてください。アスリートの SNS の情報とか番組内で紹介したインタビューのロングバージョンとかチェックすることができます。よろしくお願いします。ではお待たせしました佐藤さん、たくさん届いたコメント紹介です、よろしくお願いします。はい、ではコメントを読みさせていただきます。これですね、最初の中国クイズの答えですかね。答えというかコメントなんですけども、マチコ田中さんから最後の字はラーメンのラーだから丸なんちゃらなんちゃらラーなんじゃないかな。鋭い。なるほど。来てますね。他にはですね、パラカーリングの説明をしている時説明なんですけども、イニシャル K さんからパラカーリングをやっぱ今回初めて知ることが多かったなっていうコメントをいただきました。いや本当僕も今回知ることがたくさんありましたね。そうですね。実際に佐藤さんにはやってもらいましたし、その難しさも感じてもらえたかなと思います。まだまだ来てます。ポリンキーさんから中国語の発音って難しいですよね。本当にそうですいやでもここからもりもりさんから森田さん中国進出できますねしかも中国トヨタのオリパラブさんからも発音完璧ですって
いやいや、皆さんが動画で中国語講座動画をそれぞれ全部ね送ってくれたんですよこれはこうやって読みますっていうのを丁寧にこの動画を見ながらちょっと練習してもうちょっと頑張ります。ありがとうございます。中国語クイズね、答えがいくつか来てました。月島きらりさんは調べたって書いてありましたが、調べちゃダメですでも参加ありがとうございますでは答えを発表しましょう。正解はこちらです。カローラと、月島きらりさんが調べた通りでございますちなみに発音はカローラということだそうです。ちょっと違いますよ。ちょっと若干違いますね。で、今日からこのクイズやっていくんですけど、中国トヨタの方々に聞いたところですね、この社名の中国名っていうのはその名前がいつ付けられたかによって、ちょっとこの命名のスタイルが違っていて、モデルチェンジの時に変わったりすることもあるそうなんですね。でちなみにこのカローラが今のこの漢字になったのは、2000年代後半から10年代前半のモデルの発音を重視していた時に付けられたこの10代目からということで、だから今発音とこのカタカナで読む日本語のカローラというのがほぼ似てるんですよね。カローラとカローラというのが似てるわけなんですけれども、他にもモデルの名前の意味から命名していた時期があったりとか、こう SUV みたいな商品グループごとに統一感を持たせて命名していたりとか、ちょっとあんまり言い過ぎちゃうと今後の出題のヒントになってしまいますのでこの辺にしておきますが、次回もお楽しみにしていてください。なので、放送の始まる前からちょっと2分ぐらい早めにちょっと上司の目を盗んでちょっと早めに見始めるあんま良くないかもしれません。僕も勉強しておきます。ちょっと佐藤さんもちゃんと当ててくださいね。ということで、今日もたくさんのコメントありがとうございました。ぜひともこの放送が面白いな、勉強になったなと思った方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。次回の放送についても今日紹介させてください。アスリートキャスター小塚さんと一緒に来週の月曜日12時からこちらの特集でお送りしていきます。最強が北京に集結、コレクターズ39パラクロスカントリースキーパラバイアスロン特集ということで、特集なんですけど、この紹介する GTTA がね本当にもう最強ということで、夏のパラリンピックの時に、トライアスロンのトヨタセブン、とんでもない人たちを紹介したの、覚えてくださってるんですけど、今回はねコレクターズ39っていう新しい人たちが本当にちょっと察してしまったんで、本当にそんなコレクターズ39っていうちょっととんでもない人たちが登場するので、これはちょっととんでもないかもしれないですね。ぜひお楽しみにしていてください。さあ、佐藤さんいかがでした今日は。いや今日もやっぱり視線の高さっていうこれまでにない観点から放送だったので、やっぱりそこを注目して見ていきたいなと思いますね。で今日いよいよね開会式もありますし、だんだんとパラリンピックモードに世の中なっていくといいなと我々思っておりますので、皆さんもぜひとも今後も応援よろしくお願いします。今日も皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。トヨタイムズ放送部、ここまでのお相手は森田京之介と佐藤圭太でした。それではまた来週月曜日の12時にワントヨタ。悔しくて泣き叫んだ日、誰にも甘えられない日々、孤独にファンを抱いて幕が上がり、さあ始まるこのストーリー、刻みたいなもうヒストリー、狙うのはてっぺんのヒーローヒロイン、 We ultimates, We gonna make you shine, Oh 飛び込むんだスポットライト、
myself. Oh, oh, with loneliness in my heart.